時に背中を押すためのツール、そういう使い方だってありだと思います。デイトレにとってはとても重要な部分ですからね。こんにちは、デイトレ塾良平です。このチャンネルでは株歴、デイトレ歴17年で16年間勝ち続けている私が初心者さん向けの情報からデイトレで勝つための手法、考え方など株式投資関連の動画を幅広く発信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。今回のテーマはテクニカル入門、ローソク足の見方とチャートの基本徹底解説です。ローソク足ってどうやって見るの？このローソクってどんな意味？チャートってそもそもどうやって考えればいいの？ 1 分足って何？ 5 分足って何？そんな初心者さんが抱える疑問を全て解消します。最後までお付き合いよろしくお願いします。役に立つ動画だと思ったら SNS 拡散などもご協力よろしくお願いします。動画の前半ではローソク足の種類やその性質についてお話しして、後半ではチャートについて解説していきます。まずローソク足の説明ですが、こちらを見る前に実際のチャートを先にご覧ください。ここにある一本一本の線がローソク足と呼ばれるものです。陽線といって上昇を表す線は白抜きで、陰線という下落を表す線は塗りつぶし線になっています。一般的に株式投資では陽線を赤、陰線を緑で表すことが多いです。私の使っているこの楽天証券マーケットスピードではこのように白抜き、塗りつぶしで表されています。今表示しているのは日足チャートになります。一日一日のローソク足が連なったチャートなので、この一本一本が一日の値動きを表しているということになります。週足チャートになれば1本が1週間を、月足チャートならば1本が1ヶ月を表します。デイトレードをする際は分足チャートというのをよく使います。多くの証券会社のデフォルト表示は5分足チャートになっていると思います。こちら5分足チャートになります。ローソクの一本一本が5分間での値動きを表しています。3分足チャートなら1本で3分間の値動きを、1分足ならより細かく1分ごとの値動きを分析できます。どの分足チャートが優れているというわけではなく、それぞれのスタイルによって使いやすいと思う足を使うのがいいと思います。私は常に5分足チャートを使うようにしています。その理由はシンプルで多くの人が使っていると考えられるからです。先ほども言ったように初期設定で5分足チャートが表示される証券会社が多いからです。多くの人が使っているということは優位性がないようにも感じます。しかしチャートのところで詳しく話しますが、そもそもチャートにはもともと優位性がないとも言われています。それを使えるようにするには大衆心理が最も現れる5分足チャートが一番だと私は考えています。ここからはローソク足の見方とその種類についてお話ししていきます。まずはローソクの見方ですね。この一つ一つのローソクからどのような情報が読み取れるのか、そしてどのようにして情報を読み取るのかお話ししていきます。そのためにちょっと関係ないところに1本ローソク足を用意しました。こちらでこのローソクからどのようなことが読み取れるのかお話ししていきます。これはこのように平行ラインを引いてあげるとすごくわかりやすくなります。これが5分足チャートならば5分間の、日足チャートならば1日の値動きを表すことになるわけですが、今回は5分足チャートのつもりで話を進めていきます。例えばこれが10時5分からのローソク足だとすると、10時4分59秒の株価はだいたいこの辺であったことが想像できます。もちろん銘柄によっては値が飛ぶこともありますけど、10時5分以降最初の出来高がここにあるっていう情報がわかりますので、おそらくその一つ前の出来高はこの近辺であったことが想像できます。このローソク足からわかることは、10時5分以降最初の出来高、約定がここで起こって、で、最終的に10時9分59秒までの最後の出来高、約定がここで起こったということがわかります。そしてこの5分間での最安値がここのライン。最高値がここのラインであったことを、このヒゲが意味しています。ローソクの実体と言われる部分で、始め値と終わり値が分かり、ヒゲというもので5分間の最安値と最高値を表示してくれているわけです。その5分間の中でどのような値動きをしていたのかっていうのはちょっと分からないんですよ。例えばここから始まって、こういう感じで動いて、終わった。これでも下、最安値がここ。一旦下に行って戻ってきているのでヒゲです。で、一番上まで行って、ヒゲとなって戻ってきて実体はここまで。なので、ここから始まって、ここで終わる。この実体に対してヒゲがこことここにあるわけです。まあちょっとめちゃくちゃに書きますと、ここから始まって、急に上に行って、何度もこう行ったり来たりして、で、最終的にここで終わった。これでも同じローソクとなるわけなので、その中身についてはちょっとわからないんですね。この細かい動きをより詳しく見るために1分足チャートや3分足チャートを駆使している人もたくさんいるということになります。ローソク足から読み取れる情報分かっていただけましたでしょうか？では順を追ってローソクについて見ていきたいと思います。1番のローソク足ですが、大陽線といって超強気を意味します。それはそうですよね。ここから始まって5分間の間でこんなにも上昇して終わっているんですから、超強気って考えるのが普通だと思います。2番は下影陽線っていう名前がついています。これ下髭陽線っていう名前の方が結構馴染みが深いかと思うんですが、正式には下影陽線っていうらしいです。これここから始まって一旦下値を試すも切り返して買いが勝って高く引けたっていう形ですね。
ですから、大陽線ほど超強気ではないにしても強気の線となります。次が下影陰線です。下影陽線ほど強い切り返しはなかったものの、一旦下値を試してから戻ってきて、だからここから始まってるんですね。この場合上から始まって、一旦下値を試すものの戻ってきて、ここで終わっている。これが下影陰線になります。下影陽線ほど強くはなくっても、こちらもやや強気が継続していることを示唆します。全部細かくやっていってもキリがないんで、さらっといきますね。これ4番小陽線ですね。やや強気の形になります。ただデイトレをやってる上で、私あんまりこの小陽線や小陰線の中でトレードってあんまりしないですね。そしてこの十字線。これは買いと売りに迷いが生じているサインと言われています。上昇局面で出れば下落に転じやすく、下落局面で出れば上昇に転じやすいと言われています。あくまで安いなんですよね。で、ここから先は6番から9番に向かうにつれて、どんどん弱気に傾いていく線になります。だからこちらから超強気からぐーって徐々に弱くなっていって、ここで超弱気になるっていう考え方ですね。ただこれはですね、あくまでロウソク1本ですね。1本1本に着目した時の強気、弱気に過ぎないんです。正直こんなロウソク1本でわかるなら、デイトレは9割が負ける世界になんかならないはずです。もっと多くの人が簡単に勝てるはずですよね。冷やしチャートだってもっと簡単に読めるようになるでしょうし、私がスイングでうん百万円も負けてるなんてことは幻だと思います。チャートはそんな単純じゃないんですよね、残念ながら。例えばこの大陽線なんですが、超強気とは言うものの、上昇が続いた局面で大きな出来高を伴って出現した場合、それは買いのピーク、バイングクライマックスとなるケースも非常に多く、買いの最後の仕上げ扱いもされます。反対に長らく売られてきた銘柄に超弱気であるはずの大陰線。これが出来高を伴って出現した場合は、それは売りの最終局面、セリングクライマックスとなるケースも非常に多いわけです。このようにそれまでの流れや出来高も加味すれば、ロウソクの持つ意味、サインは逆になることだってあるんです。本などで学べるのはあくまで一般論です。そのまま使っていってもほぼ勝てるようにはならないと思います。基本的なパターンを覚えたら、相場の中で検証し、自分自身で優位性のあるパターンを作り上げていってください。また、チャートは時期によって流行り廃りもすごくあります。このパターンは上がりやすいと考えていたけど、最近むしろ下がるケースが多いんだよなとか、なんか前みたいにうまくいかないんだよなってなるケースも珍しくありません。相場は常に変化し続けるので、こちらもその変化にアンテナを張り、順応していかなければなりません。答えは一つだけではなく、常に変化もする。これも株が難しいと言われる大きな理由ですね。さて、ここからは動画の後半、チャートについてお話ししていきます。先ほども少し触れましたが、チャートには優位性がなく、テクニカルは無意味という論調も少なからずあります。でも多くの人が使っているということは、それだけ多くの人が株価を予想する上で用いているということがわかります。ならその心理を追求していけば、大衆心理を読む上では最適なツールと言えると思います。仮に使えないとしても、株価なんてものは所詮横横を除けば上がるか下がるかの2択しかありません。少し工夫すれば使い方はいくらでもあります。使えない、いやむしろ負けるというのであれば、そのポイントをずらしたり、むしろ真逆にしてみたりすれば、それは勝てるようになるんじゃないかなと思います。つまりは使えると私は思っています。確かにチャートというのは評論家が後付けで解説するのに便利なツールと言われています。これ本当に後付けなら何とでも言えるんですよ。例えばじゃあこのチャート見てみてください。ちょっと評論家っぽく話してみますね。こちらは米市場の上昇を受け、ギャップアップで上から始まったものの、直近でかなり上昇していたことも重しとなり、利益確定売りに徐々に押される形で値を下げました。10時半過ぎにマイナスに転じると、新規買い材料の乏しさから売りが加速し、安値を更新する形になりました。それっぽく言えてたでしょうか。じゃあ仮にこの銘柄がギャップアップの後、さらに上昇していってしまったチャートがあったとしましょう。その場合は同じ銘柄、同じ材料であるにもかかわらず、違ったチャートを見ながら、なんていうか、米市場の上昇を受けギャップアップで始まると、直近の強さから買いが買いを呼ぶ展開となり、利益確定売りをこなしつつ順調に高値を更新していきました。新規買いの材料は乏しくも需給面では依然として良好であり、明日以降も引き続き注目すべき銘柄と言えます。こんな感じですかね。同じ銘柄、同じ材料であったとしても、こんな風に理由なんてチャートを使えば後付けでいくらでも思いつくし、何とでも言えてしまうんです。また、どんなチャートが強く、どんなチャートが弱いかというのは、すでに多くの著書でも語り尽くされています。故に多くのパターンは周知の事実となっているわけです。多くの人が知った時点でその情報に優位性はないというのは株式市場の常識になっています。なのでそういった理由からチャートに優位性がないという論調も根強くあるわけです。結局こういう議論っていうのは何を言っても平行線のままだと思います。なので使えないという人がいるのであれば、使えないと言われている理由をしっかり頭に入れて、それでも使えると思うような使い方をする。これがベストな選択なんじゃないかなと私は思います。ではどのように使えるツールにしていくのか考えていきましょう。基礎の中で強いチャートとして有名なのがゴールデンクロスになります。5本移動平均線が
25本移動平均線の下から上に向かってクロスしていく。ブレイクって言われるポイントですね。反対に弱いとされるのはこちら、デッドクロスですね。5本移動平均線が上に行ったのに、そこから25本線の下にクロスしてしまう。これは弱くって売りを示唆するチャートとなります。また強いチャートを少し発展させると、ダブルボトムなんていう形があります。こう W のような形になっていて、できればこの安値ですね。この安値をこう切り上げて、1回目の安値より2回目の安値が上。ここで反発が始まってゴールデンクロスになると、2回安値を確認してから上昇しているので、より強い形として有名なチャートになります。それからトリプルボトムなんて言われる形もあるんですが、これトリプルボトムってダブルボトムから3回目があるだけって考える場合もあれば、いや、トリプルボトムっていうのは1回目より2回目の安値の方が深くなって、かつ3回目が1回目より上で上がった場合に適用されるっていう言い方もあって、このあたりちょっと色々あるんですよね。もしトリプルボトムがダブルトップでもう一回こうなるっていうのであれば、そもそもがダブルボトムが強いっていうのがちょっとインチキにも聞こえてくるし、結局さっきも言ったように確率の中で5割を6割にするとか、そういった感じのこうなりやすいっていう使い方でしかないんですね、チャートも。もちろんそこに必勝法なんてないわけです。でも少しでも確率を高めたい。そういう風にチャートっていうのを使っていきます。もちろんこれらは周知の事実になるわけですが、こういった基本になるものは全部頭に入れておいた方がいいです。そうでなければ発展もできないし、自分で工夫してチャートをずらして使うこともできません。まずは基本となる形、そしてみんながどういう形を強いと思っているのか、強いと教わっているのか、どういう形が弱いと思っているのか、弱いと教わっているのか、これは全部叩き込んでおきましょう。その上でこちらのチャートをご覧ください。うるさい画面ですみません。でも機械音痴の私が一生懸命作りました。お付き合いください。1番はダブルボトム。それもさっき書いたように安値切り上げの形からゴールデンクロスで強力な買いサインとなっています。実際ここでは上抜けして大きな上昇になりました。これサイン通りですね。2番は大陽線とともに一旦下落となりました。これもミソなんですよね。先ほど言ったように大陽線というのは超強気を示唆するローソク足ですが、上昇局面が継続して出た場合は転換にもなりやすいというのがよくわかります。ただ大きく下落した後は再度高値を目指す動きになりました。しかしまたしても大陽線でピークとなり下落の開始です。これで高値切り下げからのダブルトップ天井となり強い下落のサインとなっています。これダブルボトムの逆のパターンですね。しかしその直後に大陽線が出てこれを否定します。チャートは無意味派の意見もよくわかりますよね。そしてそう思える場面はさらに続きます。売りサインを否定して高値を突破したので今度は強さを感じる場面なんですが、三度大陽線とともに下落となっています。厳密にはトリプルトップっていう形とは違うと思いますが、それに近い形でのピークアウトを示唆しています。さすがに耐えきれず下落トレンドとなりました。3番ではデッドクロスで下落トレンド入りが明確になっています。4番の赤丸はダブルボトムを形成しそうになりますが、安値は切り上がっておらず安値を更新してしまっています。2つ目の赤丸陽線、ここではエントリーしたくなると思います。そしてこれロスカットさえできるのであれば私はエントリーしていいと思います。実際同じぐらいの安値をつけてから大反発となるケースだってありますから、ここはチャレンジしがいがあると思います。もちろん安値を割ったらそこで一旦諦めるっていうのは大事な作業になります。5番は転換を示唆する十字線から大きな反発につながりましたが、一撃でゴールデンクロスすることはできずに下がってきました。ただ今回は十字線よりも上で再度上昇に転じ、安値切り上げのダブルボトムからゴールデンクロスとなり、1番と同じように強い買いサインとなっています。しかしゴールデンクロスした後、見ての通りその後の株価ってあんまり振るわないんですよね。1番と5番はほぼ同じ形なのに、その後がまるで違ってきました。ローソク足単体で見たとき、十字線は転換として機能していますが、大陽線は超強気という動きにはなっていません。まさにランダム、チャートは無意味。そう見えてもおかしくありません。実際本当にさっき言ったように5割を6割かもうちょっとくらいに引き上げるぐらいのものでしかないとは思うんですよ。しかしそれでもとても大きな意味を持っていると私は思っています。このチャートをちょっとまっさらに戻しますね。こちらです。こちらをここからもう少しシンプルに見ていきましょう。一つ目の赤丸は25本線からかなり下に乖離しています。出来高もあり、人気の銘柄でここまで売られるとただでさえ買いが入りやすいです。それにこの銘柄の冷やしチャートはですね、25日線から乖離するとかなりそこに戻っていくような習性がある、そういう銘柄の癖があると私は思っています。私もよく取引する銘柄です。だからこうして銘柄の癖を掴んでるかどうかも重要になります。癖を掴んでいればその銘柄特有のチャートの使い方もできますからね。
これさらに下影陰線が2本出た後に上昇となり、5日移動平均線の上にひょっこり顔を出しました。この5本線と呼ばれる線は短期需給を読むのに私はめちゃくちゃ使います。ゴールデンクロスといえば5本線と25本線が最もポピュラーなクロスになりますが、1本のロウソク足が5本線の上に出る。ロウソク足と5本線とのゴールデンクロスのようなイメージ。これは自分の中でかなり信頼しています。次の緑は同じようにロウソク足が5本線とゴールデンクロスしているんですが、不発になっています。一旦上に出たもののまた沈んでいますよね。しかし見ての通り、この手の買い方はロスカットするチャンスがたくさんある。そういうケースが多いので、簡単に大きな負けにはならないのも自分の中で魅力だと思っています。オレンジの丸はデッドクロスしそうになった場面ですが、例えばじりじり下げてきてのデッドクロス機器は私絶対触らないんですけど、このように上の方からストーンと落ちてきて25本線にタッチするようなケースでは、25本線を割った場面、つまりデッドクロスで売りと言われるような場面であえて買うことが多いんです。これがさっき言ったズレです。多くの人が知ってしまっているから使えないのであれば、それをずらすことで使えるようにしてやるっていう考え方ですね。次の緑はまた5本線の上に出るも不発です。赤丸も同じく5本線の上に出ました。そしてこちらは綺麗に上昇していますよね。不発2回に成功2回。やはりランダムとも思えるんですが、成功2回は25本線と乖離しているという共通点があります。25本線まで上昇し、そこから一旦下落してダブルボトムになるかどうかの争いになる。そうなりやすいのであれば、25本線と乖離した場面で上昇を始めた時、どんな思考になるか。それは、25本線までは上昇するのではないかという心理が働くはずです。ならばすぐに買って、25本線にタッチする前に逃げてしまう。本来近づいてくればこのままゴールデンクロスするかもしれないっていう買いも出てくる可能性はあります。でもそれよりも25本線までは上昇するかもしれないっていう心理の方が強く出ているはずなので、そこまで行く前に逃げる。この方が確実性があるわけです。これで大衆心理を読み、その一歩先を行く作戦が取れるわけです。周りより遅れてしまったなっていう場合は、周りよりさらに遅らせることで取れる戦略も出てくると思います。つまり行動のタイミングのズレを使う形です。これは至ってシンプルな考え方ですが、もっといろんな要素を複合することでまだまだ確率は高めていけると思います。今回は冷やしチャートを使ってごちゃごちゃ説明してきましたが、デイトレであれば分足チャートを使っていくことになると思います。もちろん冷やしチャートと分足チャートを融合して考えることもできますが、いずれにしても一瞬で判断して即座に行動する必要があります。ならばできるだけ見方はシンプルであるべきと考えます。ボリンジャーバンドが MACD が RSI がと考えるよりも、この形はと見た目が好きか嫌いかで判断するぐらいでもちょうどいいんじゃないかなと思います。もちろん単に好き嫌いっていうだけじゃなくって、いろんなものを見てきて経験をして自分なりに好き、つまりこのパターンは上昇しやすい、そう思う形をインプットしていき、見た瞬間に頭の引き出しから引っ張り出せるようにしておくことが重要だと思います。またもう一つチャートには大きな役割があります。それは自分の背中を押すツールであるということです。判断は複合要素。それはチャート内だけにとどまりません。デイトレならば板読み、指数などと組み合わせます。初心者さんにもわかりやすい板読み入門の動画もすでに出していますので、よかったらご覧ください。板的には上に行きそうに思う。指数も悪くない。でもなんか不安なんだ。そんな時にチャートを見て、この形すごい上に行きやすいと思って好きな形なんだ。そう思えたら、よし行こうって瞬間的に動けるじゃないですか。そういう風に自分の行動、不安な時に背中を押すためのツール、そういう使い方だってありだと思います。デイトレにとってメンタルはとても重要な部分ですからね。ズレを使うにしても、心の後押しに使うにしても、先ほども言ったように、基本を知っていること、頭に叩き込んでおくこと、これは大前提になりますのでご注意ください。今回はテクニカル分析入門でしたが、今後は実践的なチャート解説も行っていきます。狙いたいチャートは、避けるべきチャートは、そして発展編のテクニカル分析完全版も少しずつ計画的に動画を作って出していこうと思います。今後も初心者の方や勝てなくて悩んでる方など多くの方のお役に立てるよう一生懸命動画作り頑張っていきますので、一緒に頑張っていきましょう。この動画がいいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、ベル通知をオンにしておいてください。コメントもいただけると大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。